皆さんこんにちは。イッシュのナノです。はい、ということで今日は何をするのでしょうか。今日はもう顔が完成されてますね。でも頭はボサボサです。寝て起きたままでここへ来ました。頭だけは。ということで今日は念願のヘアアレンジ動画を撮りたいと思います。ずっとメイク動画の次にやりたいなと思ってたのいくつかあったんですけど、今日はその中でもメイクアレンジ、違う全然違うよ。ヘアアレンジについて皆さんに紹介できたらいいなというふうに思っております。今日はメインのアレンジは3つ紹介しようと思ってて、でもその過程の中でもこのままでも可愛いとかそういうのを含めていろいろ紹介していけたらなと思っております。ということで早速1つ目の髪の毛いってみたいと思いましょう。ということで今日はヘアアレンジ動画なんですけど、私いつもその日に着る服を決めてからそれに合った髪型をいつも自分でいろいろ鏡の前でやって決めてヘアアレンジをしているので、こういう系統にはこういう髪型とかそういうのも伝えられたらいいかなって、参考になったらいいかなっていうふうに思っております。まず1系統目はこういう結構カジュアルな感じ、デニムジャケットにみたいな感じの服装を持ってきたんですけど、どうしようかな。いつもだったら結構巻いてから始めちゃうんですけど、今日は一旦結びからいっちゃいたいと思います。まず使うのは皆さんもよく知っているであろうこの普通のアメゴムです。アメゴム紹介する人っているのかな。全これ使いますね。前髪もケンニプ盛りっていうエゴマの葉前髪っていうのが私よくするんですけど、多分もう知ってる方はわかると思うんですけど、こういうバーコードみたいなバーコード前髪とも私はね普通に勝手にですけど呼んでるんですけど、こういう感じのやつ私がよくやってるのを見ませんか皆さん。これ大好きなんです。私に似合う前髪第1位これ。ちょっと今うまくできないけど、これかだいたい普通に流しなんですね。でちょっと一旦今日は普通の流しでいきます。適当にこの脇髪取っておいて、これはいつも目分量です。目分量で取っておいて、ちょっとごめんなさい、ジャケットが邪魔すぎる抜きます。こんな感じでね、こんぐらいかな。長さ違うやないかーいつでね、長さ違うやないかーいって時はだいたい自分でちょっと切っちゃうか気にせずにそのままセットしちゃいます。今日は切れないのでそのままでいきたいと思います。まず1つ目は何をするかというとハーフアップです。しかしただのハーフアップではありません。テンションも上げぽよ、最強激高ハーフアップにします。これ命名した名前の理由は、普通にハーフアップって結構ここら辺のイメージがあると思うんですけど、今回ここら辺で作ってきます。でもシンプルにここで結ぶとほんと忍者みたいな、ちょっとそっち系の忍者ではない、なんて言ったらいいの、もうちょっとあるでしょみたいな感じがするので、ちょっと一手間加えますね。まずここら辺だけ取ります。最終的にね、自分の作りたい位置をイメージしてください。私はここら辺からここら辺からふわってハーフアップ作りたいなって、今日はそういう気分なんで、第一段階のポイントとしてはあんまり髪の毛取りすぎなくて大丈夫です。ほんとこれぐらい。ちょっと私今レイヤー入っててすごい短く見えると思うんですけど、量的なね分で言うとこんぐらい取ってください。で普通に結びます。よいしょーちょっと待って、これ家庭の私やばいかも。ちょっと落ちましたはい、笑わないでね、みんな笑わないで。でこうしたらくるりんぱします。
でもくるりんぱって結構こう上から通して下にやることが多いと思うんですけど、下から通して上に出したいので、上から指突っ込んどいて毛を上側に持っていきます。よいしょー。今こんな感じ。ここに空洞ができている状態を作っておいてください。ここ大事です。ここの空間でもこの時点でギュッてやっちゃうとちょっと取り返しがつかないことになるので、くぐったらもうこのままにしといてください。はい、ちょっと仮止めで毛が後ろに行かないように前側にちょっとこんな感じで。そしたら次ちょっと鬼太郎みたいにしようかな。さすがにちょっとビジュアルは今ちょっと気にしないでください。ちょっとでこれはこっちの紙でしょ。次に下の層にちょっと髪が落ちてくる。私の目の前に髪が落ちてくる。ちょっとお願い、ここにいて。オッケー。やばい、今マジで鬼太郎みたいになってる。かわいい。令和の鬼太郎みたいな。こうなります。こうなるのが正解なので大丈夫です。で、次はもうがっつりハーフアップ取っちゃって大丈夫です。皆さんここから耳の上から取っていきましょう。髪の毛を好きなだけ取りましょうと言いたいところなんですけど、これもちょっと髪の毛多く取りすぎちゃうと結構事故ってしまうので、結構ね、塩梅が大事かもしれない。こんぐらいかな。いつもこんぐらい。ちょっと待ってね。どんぐらい前が見えないのよ。こんぐらい。こんぐらいです。こんぐらい。あんま取りすぎない。この絶妙なこんぐらいの量です。ちょっとレイヤーで髪がスカスカなんですけど、でこれを綺麗にちょっとね整えてから結んでいくんですけど、この結んでいる時のコツとしても結ぶところのコツとしても1個ありまして、さっき結んだこの今ね鬼太郎みたいになってるこの部分あるじゃないですか。これじゃないですか。これの結び目、ここかな、ここら辺かな、ここになるべく近いところで結んであげてください。だいぶ高いところかな。自分がこうハーフアップの頂点にしたいところらへんかなにだいたい近づけて上に上げて結びましょう。これ超大事。よし、結ぶよー。丁寧に私は結びます。はい、 OK、 結びました。結べるかな。結構近め。このスペースがあんまりないように。でさっきみたくまた上の方にくるりんぱします。だから上から指を突っ込んで下からくぐらせる。よいしょ。おお、わちょー。入れてきました。ちょっと待って。お化けヤマンバみたいになってる。ヤマンバみたいになったら結び目をちょっと下に下げてみてください。はい、そしたらね、これをついにさっきのこのさっき結んだとこのこの穴に入れます。さっきのこの束を映ってるかな。これをよいしょー。イエーイ、ウェーイ。はい、出ましたって。でそのままにしちゃうとなんかこんな感じでみたいになっちゃうので、これを今から整えていきます。で今原因としては結構緩い結び目がね、だからキュッキュッキュッ結ぶ。で1個目に結んだ方かなが今下にいると思うんですよ。下にこれがいるから、ここもキュッキュッキュッって軽く結んじゃって大丈夫。この2個目にやった結び目が頑張ってちょっと1個目よりも上に来るように頑張ってほしい。なんかね、くぐらせた後が結構大事で、なんか結構噴水状態みたいになっちゃうんですね。私の毛質もそうなんですけど、多分毛の質感的にそうなっちゃう人もいると思うんです。だからそれはでも何でしょうかな。それはちょっと後でどうにかするので、一旦今この状態のふんわりハーフアップをコテで巻いていきたいと思います。髪の毛を巻くとまたさらにちょっと雰囲気が変わるので、
っていうか絶対髪は巻いていただきたいです、このヘアアレンジに関してはね。はい、ということで皆さんはヘアケアはちゃんとしていますか？私金髪にしたじゃないですか。エクストリームダイヤモンドで金髪にしたと思うんですけど、私デビュー当時に1回もう赤髪でブリーチ1回してて、で黒に戻してまた金髪でブリーチを2回実はしたんですね。なので結構髪のダメージがすごかったんですよ、ずっと。で結構切れちゃった髪も結構いるんですけど、今だいぶ復活しまして、ちょっと今元気って感じなんですけど、本当にヘアケアしましょう、しっかりと。マジで大事です。私はリファのシャンプーとかトリートメントとかドライヤーとか、ちなみに櫛も今リファちょうど使ってるんですけど、リファグッズめっちゃ使ってます。で私も本当ダメージがずっとすごくて、これからちょっと髪を巻いていきます。普通にこんぐらいの分量取って一回熱通してから吉盛りですね。吉盛りっていうのかな。普通にくるくる巻いていきます。よいしょ。最近毛先も切り揃えたからもすごい綺麗なんですよ。見てください。毛先が揃いまくっております。私の髪が喜んでいる。はい、という感じでこんな感じで巻きます。普通にこれはちょっと形つけたいからこのままにちょっとしとこうかな。でヘアケアの話に戻るんですけど、私は、リファのシャンプーリンス使ってて、でそのシャンプーした後に泡状の髪の毛が強くなるようなムースみたいなやつがあって、ごめんなさい名前忘れてしまったんですけれども、でそれを使うようになってから本当に髪質が変わったっていうか、髪がちぎれなくなりました。そう簡単には。これすごい大事だなって思ったのと、あとねアウトバストリートメントを結構いろいろ使ってて、ケラスターゼの黒をついに使い始めました。髪のダメージがすごすぎて。でも本当にいいです。ケラスターゼの黒本当に今愛用してるので、もうぜひ皆さんには買っていただきたい。一旦こんな感じで左側が巻けました。そしたらここら辺にいい感じの毛が出てるので巻いておこう。平たくならないようにするためにもこういうレイヤーの上側の髪をうまく活用するのも大事です。あとはケラスターゼと同時にラドールっていうところ、ラドールのオイル、ヘアオイル使ってて、それのねラピュタかなっていう匂いを使ってます。まず香りがすごく良くて、で多分ケラスターゼだけでも十分補正、髪の毛補正する成分も含まれてると思うんですけど、もう髪のダメージが一時期本当にひどすぎて、ちょっと二重でラドールのものも使い始めて、そしたらでもすごく良くなりました。だし匂いがすごくいいんですよ。香りがすごくおすすめなので、ぜひ皆さんにも買っていただきたいです。朝のスタイリング剤とかでも使えます。髪を巻くときはだいたい130度にしてます。私はだいたいね、あんま高すぎても髪の毛がもうね傷んじゃうなって、できる限りの努力をしています。やばい、今波平みたいになってる。ちょっと待って、出てる。でこういう毛は下にこうやってグイグイってやってどっかに行かせたら大丈夫です。この髪もね結構高めのところから巻いてあげても可愛いかも。上の部分はよいしょ。くる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 。運動会とかさ、どんな髪型するみたいなさ、よく話さなかった？もうほんと運動会なんてもう髪型に命かけてましたから、
私は高校生の時なんかあれやりましたよ。私玉ねぎヘアみたいな、わかるかな。二つ結びにしてこうみたいな感じで結んで、そこを膨らませるように毛を調節して玉ねぎヘアみたいなやったんですけど、それを仲のいい子と3人でお揃いでやりました。超思い出。なんかねえ、学生本当に高校生でしかできないことってたくさんあるから謳歌してほしいなって24歳の剣持なのが言ってます。あとナイトキャップをかぶるようになりました、私最近。でもナイトキャップほんと大事で、朝起きた時の髪のツヤめきとサラサラ度が全然違います。だから苦手じゃない方は、特にあと髪が長い子はシルク素材のナイトキャップかぶるの超おすすめです。できる限りかぶりましょう。あれはかぶった方がいい。私はそう確信した。ちょっと待ってね、レイヤーの髪の毛が癖を出してきている。癖を出されては困るです。そうこんな感じにしたら可愛いから大丈夫。負けてない髪も巻いていた。巻き残し。なんか可愛くない？もう今この時点で正面から見たり、こっちから見たり、こっちから見たり。まあこんな感じでゆるふわに巻くんですね。こういう感じで。で巻いたらちょっと今タバタバになってるからほぐしてあげてください。ほぐしてまとめてこうしていくと OK。 今いい感じなんじゃない？いい感じいい感じでした。はい、OK。 でこんな感じで下もほぐそうか。じゃあ前髪はどうしようかな。分けて巻きたいと思います。であと立ち上げを忘れずに、やけどしないように気をつけてね。みんな立ち上げるときは結構グイってこっちまで反対側までこうグーって押しちゃった方がいいです。もうどうせやりすぎぐらいがちょうどいい。やりすぎても熱でどうせ下がってしまうので、やりすぎが熱で下がったぐらいが結構ちょうどいい。こんな感じ。はい。そしたら最後脇髪をクリン、こんな感じ。手に巻きつけるみたいなで固定して数秒待ったらそれを離すだけです。あれ、ちょっと長かったけど OK。 はい、ということでこれにて一つ目完成です。一つ目完成。なんか甘すぎずカジュアルすぎずいい感じの塩梅が攻められる、このやばい、もう名前忘れた。テンションも上げぽよ高めハーフアップみたいなやつだったっけはこんな感じの仕上がりになります。真正面からでもすごい可愛いんですけど、私も多分インスタで写真撮った時にこういう風に写真撮ってたと思うんですけど、こうやってこの横の角度から撮った時にここがふわーんってなるのが見えるので、それがすごい可愛く映っておすすめです。こういう感じ。じゃん。これは古着屋さんで買ったやつなんですけど、普通になんかこういうのが似たようなピンがあれば全然いいと思います。これをここに刺すだけでもめっちゃ可愛い。まあ今日のこのコーデだったら私は刺さないけど、もうちょっとね服がガーリーめな感じだった時とかにここにキラキラするのがあってもすごい可愛いんじゃないかなって思います。あと私結構ブラックコーデ好きで黒い洋服結構着るんですけど、黒いワンピースとか着る時とかにこれ普通にリボンなんですけど、ここに巻いても絶対に可愛いよねみたいな、絶対に可愛いのよ。ここにリボン巻いて、ちょっと待って、このリボンも髪の毛の一部、
まあ、こんな感じでこういうリボンつけても可愛いかなって思います。いい感じかな。はい、ということで1つ目のヘアアレンジ、高めハーフアップアレンジ、これにて終了です。イエーイ。次のアレンジに移りたいと思います。一回髪をばらします。はい、ということでちょっとお洋服を着替えてきて、髪も解体させていただきました。さっきよりかはちょっとレースも入ってるし、ここもレースアップのビスチェなのでちょっと甘めかなみたいな。まあでもジャケット合わせてるからちょっとフォーマルな感じもありつつ、ちょっと甘めな髪型を次したいんですけど、私がね一押しの猫耳ハーフアップ、猫耳ではないんですけど若干猫の耳に見えるハーフアップだなって思ってそう名付けました。ということで今からちょっとやっていきたいと思います。触覚はちょっとさっきよりも短く取りたいからこんぐらいにしとこうかな。でここから今から使っていくのはもう普通のピン、アメピンと、まあ今日はちょっと私の私物のねデコピンも持ってきたんですけど、デコピンってデコレーションのねピンってことね。ピンはねこの普通の本当アメピンで大丈夫です。ほんと100均に売ってるやつ4本あれば良きかな。これ某私が好きなアニメーション映画のキャラクターのセリフです。分かった人はコメント欄に書いてください。良きかな。ハーフアップ私の中で3パターンぐらいあるんですね。まずこの脇髪を作らずにこれも上に上げていっちゃう感じのやつ、結構それはねやんちゃ系のイメージになっちゃうので今日はやらないんですけど、それも普通に可愛い、後日ここ残しつつのこうやるねやり方もあるんですよ。ロープを作っていくみたいな。こうやって私これ学生の時よくやってた。こういうやり方でこうやってまとめてっていい塩梅のところで止めるみたいなやり方もあるんですけど、今日はそれでもなく下からシュッてすくう感じ、こんぐらいかな。本当にこれもね目分量で申し訳ないんですけれどもこんぐらいです。もうねこのヘアアレンジは結構秒で終わってしまいますが、これをはにゃどっちだにゃ、これをこうねじります。こうよいしょー、ヤッホー、こんな感じ。ねじれたかな、ねじれてはいるか。これだけで、これでなんかね、なんだろうね、何が猫に見えたんだろう。でもね、なんか猫に見えるのよ。ここら辺かな、ここら辺がちょっと猫に見えるから猫ツインハーフって名付けたのかもしれないです。で、まあここら辺で普通にこれはまず下から1本クロスになるようにこうやって刺します。 OK、 きました。 X 状態になってます。はい、こんな感じ。ちょっとなんか耳っぽくない？ここが。はい、もう片方もやりますね。やりますにゃー。こうだね。からこうです。こうだにゃん。で、ちゃんと高さが均等になるようにそこもしっかりと微調節して位置と、まあ緩み具合もろもろこんぐらいかな、定めたら止めます。そしたらピンで止めて、まあね、若干ね額以上ぐらいが可愛いんです。大丈夫、完璧な人間はいませんから皆さん安心してください。はい、こう刺したからまたクロスするようにね。はい、いけました。完成です。あ、嘘、ごめんなさい、勝手に完成させましたが完成ではなくて、髪型自体はこれで完成です。でね、今日はクリップかな、めっちゃ可愛い。で、こういうちっちゃいピンをね、こうやってアメピンが目立たなくなるようにこれで目立たなくなることはないと思うんだけど、カモフラージュじゃないけど、なんかよし、どうだろう、
こんな感じでピンが今わかるかな、ついてます。ちょっと今ながらでつけたからちょっと位置がバラバラかもしれないんですけど、まあでも全然バラバラでも可愛いと思います。こういう感じでなんかピンとかリボンとかつけても可愛いと思います。はい。とまあこんな感じの猫耳ツインハーフアレンジが1個でした。これはね結構ほんと超簡単だからね、みんなすぐできちゃうと思う。あ、この角度かな、ちょっと斜めから見た時がね、なんかちょっと若干ここが猫耳に見えるのが私はお気に入りで好きです。なのにゃんでした。はい、ということで3着目に着替えてきました。3着目はですね、ちょっと見えづらいかもなんですけど、黒のガーリーなワンピースに普通のパーカーを重ねてスポーティーの中にガーリーを入れ込んだファッションコーデになっております。何回か1回ぐらいかな、インスタライブでもやったことのある髪型なんですけど、2つお団子、この下の方で作る2つお団子を作りたいと思います。まず触覚を作ります。もう今日は同じだね。触覚っていうの脇の髪か、ここぐらいにしようか。決めたらツインなのでなんかまっすぐでもいいんですけど、私は結構適当なジグザグにして髪の毛分けてやってます。まずやること、三つ編みを作ってください。三つ編みは超簡単、本当に三つ編みだから三つ編みって感じ。三つ編みを作ってください。なんかさ、小学生の頃はよくこの自分の髪を三つ編みするのができなくてお母さんにやってもらってたけど、なんかそういうの懐かしいなって思って、自分でいつの間に自分でできるようになったんやろうと、その謎。なんか髪が巻いてあるからちょっとこれ毛先残しでいこうかな今日は。毛先ちょっと残してもね可愛いんですよ。この手の髪型は毛先残しでも可愛いので、うまくカールが出てほしいけど、あ、ちょっとまとまっちゃった。綺麗に。でもいい感じ。こんぐらい。こっち側も三つ編みにします。三つ編みもさ、今なんかすごいいろんなねやり方があるんだよ。なんかゴムを通してこうなんか編むんじゃなくてくぐらせて作る三つ編みみたいな、もはや三つ編みなのかっていう感じだけど、すごいよね。なんかそういうヘアアレンジを開発する人ってすごいなと思って、私もなんかもっとね、私が開発したヘアアレンジみたいなのをできるようになったらいいなって思います。はい、ご覧ください。もうこの状態でも全然もう可愛いです。三つ編みこれでフードとかかぶっちゃえばもう完璧ですよ。森から出てきましたみたいな、こういうのでも可愛いと思いますが、このままで終わらせずに、はい、次は U ピンとヘアピン使います。 U ピンってこういうやつ見たことあると思うけど、でこの三つ編みをこう取ったらこう上に上げてください。さっきのあれだね、猫耳ツインハーフとほぼ同じか。で上げたらくるくるくるって、あとはもうこうやって巻きつけるだけ。毛先は残しといたじゃないですか。この毛先をここら辺にね残しといても可愛いので、今日は残そうかな。なんか気分によって残さない日とかもあるんですけど、今日は残しますと思います。グッグッグッとこんな感じ。今お団子で、ちょっと三面鏡があったらねバランスを見てもうちょっとやりたいんですけど、だいたい結構 U ピンで形がいい感じになるように今日もちょっと1本ぐらいは刺しとこうかなっていう。かな。はいはいはい。でなんか髪もちょっとふわふわ出てるぐらいが可愛いと思うんで、このね髪を出す具合とかも結構難しいですよね最初は。でもちょっとこうふわふわっと出しても可愛いかなと思います。そしたら反対側もぐっと持ち上げていただいて、さあどんどんねじって
こまで来たらだいたい左右の形が一緒かっていうのを判断するときに多分だいたいね一緒になると思うんですけど、大丈夫かな。ここではい、ここで止めます。さあ、とどめの一撃止まりますように。ナムさん、ナムさん、ナムさん、オッケー。あ、止まった。いいのではいいのでは。割とこれちょっと私左右非対称になっちゃう日とかもあるんですけど、ちょっとなんか分量違うけど、まあそれもご愛嬌ってこと。それもご愛嬌です。でこれもちょっと後ろに止めようかな、Uピンで。これね、バランスが難しいよね、本当に。なんかこう前から見ていい感じって思ってても、意外と後ろから見た時の形が汚かったりすると、なんかあれみたいになるので、でまた触覚の長さ違うしね、あれみたいな。まあそれはもう気にしないでいこう。細かいことは気にしないで生きてこう。みんな大丈夫。私たちの未来は明るい。いつだって明るい。でちょっとここら辺もねふんわりさせて、そう本当にねポジティブに進むって考えたら、本当にポジティブに物事が進んでいくので大丈夫です。そうこうしてる間に出来上がりました。これで完成です。私のツインお団子ヘア。なんかちょっといい感じかも。なんか今ちょっとこの遅れ毛が出てるぐらいかな、真正面から見ると。横向くとこれが見えるお団子が肝心でなんですけど、もうちょっと前側に作ってお団子が見えやすくしたりとかも可愛いと思うし、ここはあかんな、ここはクマさんになっちゃうか、ここは違うけどここら辺が可愛いかな、ここら辺に作ったら可愛いかなって。遅れ毛も、まあ、なくても可愛いと思います。すっきり。今日はありで作ったけどこんな感じ。これに伊達メガネとかかけても最上級にめっちゃ可愛いと思います。さらにじゃん、ここにビーニーかぶったらめっちゃ可愛いと思いませんか皆さん。私は可愛いと思います。かぶってみたいと思います。やばいやばい、家庭がコックさん、ほんまにやめて。でもこのお団子をさ頑張って生かしたいわけよね。だからビーニーをこうちょっとクシュクシュクシュって頑張って、こういう風にビーニーをかぶってちょっと深めにね。で、まあ、このままっていうよりか私はフードも一緒にかぶって過ごしたい。まあとりあえずビーニーとかキャップとかかぶっても可愛いと思います。このお団子ちゃんの部屋の時はちょっと私の持ってるビーニーの形が変だからかな、ちょっと不格好に見えちゃうけど、なんかちょっと浅めのビーニーとかもうちょっといい感じになるかなって思います。こんな感じもあるかなと。ちょっと真似してみてください。はい、ということで私の初のヘアアレンジ特集、ヘアアレンジ紹介今回撮りました。ありがとうございました。大きく分けると3つかな撮ったんですけど、三つ編み途中で入ってたりとか、普通にね下ろした状態の巻き髪とかも可愛いですよね。あと服に帽子がついてたら帽子も可愛いし、帽子でこれかフードつけても可愛いし、ビーニーとか小物のリボンとかつけても可愛いしみたいな。本当ヘアアレンジは無限大なので、皆さんの中で今日この髪型が一番お気に入りだったなとかがあったらコメント欄にぜひたくさん書いてください。ちょっとまた第2弾もねいつかできたらいいなって思っております。それまでにまたいろいろちょっと考えておきますので、そしてまた別の企画でもね私個人のYouTube 撮れたらいいなと思ってるので、それも楽しみに待っていていただけたら嬉しいです。ということで皆さん、私のヘアアレンジ動画を見てくださって本当に本当にありがとうございます。みんなも真似してみてね。またね。